これイメージ。これを背中の方から。まず最初、普通の突きいきます。ね、普通の突き。軽くね。こういう感じ。次ちょっと突き変えます。いいよ。こちら。どっちが効く？2番目の。2番目の。どっか違うか。入ってってる感じがしましたね。第三者的に見て。はいはい。もう一回やってみましょうか。はい、ゆっくりいきます。ゆっくり。これです。次、こちらから。これでしょ。軽く打ってる。なんか入ってる。はい、どこが違うか。皆さんどんどんコメントしてください。嘘嘘。いつも言ってるじゃないですか。はい、皆さん。最初のはちょっとみんな近くに。最初のこの自分の前ですよね。こう前で構えて、この前で意識して、ね、前で意識して、次はいつも言ってるでしょ。背中。背中からつくイメージ。だからここから前でいいんじゃなくて、この背中からつく。背中から前と全然違ってくる。前でこの背中の方からそう変わる。全然違うね。はい。ちょっとやってみましょう。見て出して。この動き自体は変えてない。変えてないです。変えてないです。あ、そうなんだ。でもだからいつも基本やるときも肩やるときも背中の方から言われますね。まずじゃあ前のはい静かにはい軽く言いますか。前の感じこんな感じですね。これでも今溝の人結構入ってるな。関係きついですよね。はい、でこれを背中の方からね、前じゃなくて背中からおお、あれみたい。軽くやってる。あれすごい。全然違う。全然違うんですよね。背中で。おお。そうすると組み手の時もどうしても前だと届かないやつも背中から飛んでるんですよ。すごい。乗ってくるから、痛んで耐えられないって感じです今。これ逃がさないか。だからここ意識するか、こっち意識するかで全然違うんですよ。中島先生ちょっといいですか。はい。そこから疑問ですけど、石橋さんは結構もう高齢じゃないですか。高齢さん。先生も昭和な感じなんですね。若手にも効くのかって。ダメージきつい。変わってんよね。若手は全然平気なんじゃないかっていう。なしで。なしでも。いいですよ。はい。じゃあ、最初のこの表面ね。これイメージ。これを背中の方から。なんか俺は嫌だって。はい、ちょっと練習してみましょう。すいませんでした。すいませんでした。ずっと役者ですから。でも本当全然違う。前表面で。すごいな、なんか。そうだよな、表面で。体験したくない。浅くなるんで。表面だと浅くなったり、この表面の好きなやつ。おお。はい。オッケー。で次背中。おお。背中。軽く。そうそうそう。ちょっと押してますね。そう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 。全然違うでしょ。
厚みの分だけ前に進んでる感じ。そうそうそう。この厚み。まあ、どうしてもここで前測っちゃうんですよ。僕ほらうちで叩いてるじゃないですか。あれの参考になる。やっぱりどうしてもここだけでやってるから。後ろでこっちか。ちょっと重心だ。はいはいはい。ってことはこの厚みの分重心移動の距離が長くなるんですかね。そうです。だからちょっと太った人がやるとカウンター取られちゃうかもしれないです。時間かかるから。あ、なるほど。時間かかる。まあそれはね、その前の今日は一番重要な進歩はやってませんけど、そこでやっぱ進歩、ここの部分が入ってくるんです。ここの心理的作用が一番大きいですからね、本来は。今そこ入れてないんですけど、ただ物理的な傾向だけで。どうだった？もう一回見る？じゃあ違いをねちゃんと見たい。違いをちょっと。じゃあ2回でこう表面で。でもそれも聞かせるようにね。聞かせするんです。弱いな。はい、じゃあ今度背中の方、背中から押される。そう。さっきから分かりますね。もう一回。そう。背中の方から。そう。で、すぐ握っちゃうのよ。軽く握っといて、当たった感覚で握るっていう。当たった感覚で握る。はい、反対の人も。当たった感覚で握る。そうですよ。だからここでガチじゃなくて緩めといて、ここで握らされる。あ、握らされる。はい、まず緩める。前の方に意識して。はい、じゃあ背中の方。そう。で、それで今日やったここの飲み込みだとか後ろ足で腹腰の感覚、それ乗せてもう一回、それもっとで楽に楽にいつもいろいろ言って、そう今のなんか効きそうこれ。もっと楽にそうもうちょい前でどうしても今日やったのは上段って浮きやすいので稽古は中段でやるんですね。稽古は中段でやって実際使うときは上段でもいいですけど、であとしっかりここから今の後ろ足か前足も使ってこう引き寄せてね、これねつきました。次は緩めたと同時に前足が受ける、緩めたと同時に前足で手足同時、この前近いんですけど、これ背中のとこ背中のとこいくと結構それであとは相手が出てきますからね、そこで効く重心度がちょっと近い前にそう近い前倒れてるね。もっともっとよしよしそう当たってから体重を作ってからそう今背中反対の人も
ってこれが複合的に重なるわけですね、はい、もう一度説明しますと、明確な区別はないんですけども、稽古しやすいように区別としては、最初は足から入る、逆なんですね。足から入って体を引き寄せてする、足から入って体を引き寄せる。で2番目にやったのはちょっと近い前ですよね。で相手の怒り、動き出し、怒りを捉えるんですよ。だから前狭いんだ。これは手足同時、手足同時、手足が同時になります。で最後やったのは手から動くイメージ。もちろんね、抜く、緩めてこの引き寄せるですけども、イメージしてこの手からスタート動く、手から動く、足から動く、手足同時、手から動くっていう3つの違いがありましたね。はい、これ分かりやすいでしょう。いやすごいですね。動きの中でも千変万化するわけじゃないですか。でいちいち目で見てから考えてやったらそういうわけで、自分と相手との間とか、軸ですね、時間、距離、それから入手角度などによって同じ逆突きでも違ってくるわけですよ。はい、逆突きって一つの名前ですけどね、全然違うわけです。はい、その時の状況によって突き方も変わってきますので、それが分かりやすいように今日は3つに分けて指導してみました。この間はその場だけだったんですね、今日はそれを全部首でどう生かすかですから、ですからここでやった後ろ足ももちろん使います。後ろ足も使います。で今日これ前足の引き寄せを使います。全部使うわけですよね。これは基本稽古の中で学ぶんですか？同じ基本稽古の中でもこの間みたいに逆突き、技を作る稽古で、今日はこれは技を使う稽古、そこを混同しちゃう人が多いんですけどね、技をしっかり威力ある技、我々では決めのある技を作る。でその決めのある技をどう使うかってこう稽古ですよね。だからこれは応用基本だとか、あるいはこの組手の前の段階ですよねでやっていきますので、体に染み込むように何回もやって、その距離を体を覚えるようにしていきますね。